オラ、カサンドラです。はい、皆さんはじめまして。ついにカサンドラ YouTube 開設することになりました。はい、私カサンドラはですね、LINE ライブという配信アプリでザ・ロード・トゥ・ミスというイベントに参加して、それでついてきてくれたファンの皆様のおかげで準グランプリを取った人なんですけども、こういったね、なんかいろんなところに出たんですけど、LINE ライブがですね、なんとアプリ終了してしまったんですね。なのでそれを機にちょっと YouTube 撮ってみたいなと思って YouTube 撮ろうかなと思って今始めてます。 LINE ライブから知ってくれてる方は多分皆さん知ってくれてると思うんですけど、ほとんどの皆さんがね、多分カサンドラって誰って人が多分ほとんどなんですね。なのでそんな方たちのためにそのインスタで Q&A を募集したので、それを機に知ってくれたらなって思います。では Q&A スタート。名前はシエサとカサンドラです。生年月日と年齢2004年の3月3日、19歳です。で3月3日なのでひな祭りで覚えてください。男の子の好きなタイプはぶっちゃけ正直そこまで気にしないんですけど、今強いて言うなら3つあって、まず親と仲いい人。うちが結構その親と仲いいので、親と仲いい人だといいなっていう感じで、次が動物好きな人。動物好きな人はマジで本当に悪い人はいない。でプラスそのうち愛犬飼ってるんですけど、ルイちゃんっていうトイプードルなんですけど、動物にね好きな人はね、悪い人はいない。でもう最後が嘘つかない人ですね。嘘つかない人はねいい人なんですけど、嘘が嫌いっていうのもあって、かといって嘘ついたことあるって言われたらありますはい次、将来の夢はもうずっとちっちゃい頃から一つなんですけど、歌手目指してます。もう一つありまして、YouTube 始めたということでね、チャンネル登録者はまず1000人超えたいです。次、最近聴いてる曲は英語に聞き慣れたくてずっと洋楽ばっか聴いてるんですけど、強いて言うならアデルの曲とか、あとはリアーナとか、あとはそのラテンの曲も好きなんですね。洋楽だけでなく、洋楽なのかで、それを歌ってるシャキラっていう方がいるんですけど、滝じゃないや、若々歌ってる歌手がいて、それがシャキラっていう方なんですけど、ラテン曲って言ったらシャキラが一番好き。でもここ最近はオズナを聴いてて、オズナはその滝が有名だと思います。次、趣味は歌、ダンス、絵を描くことです。で絵なんですけど、ここ持ってきてて、うち自分で描いてる、これノートなんですけど、イニアシャです。そう、イニアシャ大好きなんですよ。うちなんかこういったこういった絵とか、あとはこういう絵とか、見えてるかな、こういう絵とかかな。あとアニメも描いてて、アニメだとまずうちがさっき言った好きなアニメイニアシャも描いてたり、あとはトミエですね。結構皆さん大好きトミエちゃんとか、あとはこれは違うな、これも違うなめっちゃ描いてるんですよ。本当に絵が好きで、暇があればもうずっと絵描いてる感じ。でもここ最近ちょっと課題に追われてて無理。あとはこれはその妹がこれなんだったっけ、名前が出てこない。ツイステっていうゲームに妹ハマってた時期があって、それでうちがちょっとこの人かっこいいかもと思った方がこのレオナさんをちょっと描いてみました。かっこいいマジでとかかな。あとは普通になんかネットで見つけた写真とか、インスタとかもそうなんですけど、それをバーって描いたりしてます。クロミちゃんとキティで次、高校時代の面白いエピソード。これねめっちゃ難しかったの。これ誰に質問来たかというと、高校時代の友達なのね。むずいって違うの、ガチで本当に自分記憶ないなって思ってずっとめっちゃ考えてたのね、最後まで。唯一うちが多分面白いかもと思ったのが2つあって、1つがまずうちね3人組だったんですよ、一面が。
で普通にミムシっていうグループなんですけど、名前を伏せてミムシだけ言ってもらってみたいな。ミムシっていうグループでやってたんですけど、シはもちろんうちですね。審査とのシなので。でそのミムシで一回なんかヤマンバメイクしようっていうなんかことになりまして、ヤマンバしたんですよ。写真が多分ポンポン出てるかと思うんですけど、友達はねちょっと出せないのでモザイクって感じなんですけど、それでなんかメイクしていろいろ楽しかったんですよ、普通に。でその後にうちが面白いなって思ったのが、帰ることになる時に友達と私で何かに逃げてるんですよ。うちらキャッキャッみたいな本当に何かやったら何してんだろうと思って、何に逃げてんだろうね。成績現実だ、絶対現実逃避してます。動画がこちら。はいって感じ。あとはもう一つが、ある先生がねいたんですよ、うちら好きな先生、好きっていうかお気に入りな先生がいて、その先生が1年生の頃、そのミムシっていうグループ、うち3人組は1年生の時に同じクラスだったんですよ。そこからずっと3年生までバーッと仲良くて、今も仲いいんですけど、それで1年生の時に社会科の授業を担当してくれた先生がいて、その先生が結構キレ性だったっていうか、多分結構イライラしちゃったんですよね。うちらやんちゃすぎてるクラスだったから、結構うるさい高校だったし。でその先生がうちらのこと結構嫌いだったらしいんですよ。で普通に2年生に上がって3年生になって、だんだんね仲良くなってくるんですよ、その先生と。でその3年生の時にそのミムシの一人の担任になったから、そりゃ仲良くなるやん仲良くなって、で卒業式の時に、卒業式かないつか忘れたんだけど、3人で先生に聞いたのよ。先生ぶっちゃけうちらのこと嫌いでしょっつったら、あマジ嫌いだったひどくない？そんなとストレートに言うって感じ。本当に難しいからさ、マジでこの質問一番難しかった。多分そこまで面白くないかもしれない。教えてあなたも。次はこれは歌系の質問が多かったですね。やっぱりうち YouTube もう一個やってて、それがこれなんですけど、この YouTube でカバー曲をバンバン上げてるんですね。今は止まっちゃってるんですけど、これから上げていこうかなと思って頑張ってるんですけど、それでその YouTube から知ってくれてる方もいるので、それで多分歌のね質問が多かったのかな。はい、じゃあいきます。どんな系統の歌を歌いたいのか。まずね、いろんなジャンルを歌いたいんですよね、基本は。でもやっぱり声質的にって言い方はあれなんですけど、結構バラードとかそういう系しか歌ってこなかったから、結構声が優しめ自分で言うのあれなんだけど、だからちょっとアップテンポな曲歌ったことないんで、それをちょっと挑戦してみたいなって思います。次、歌に関する幼少期のエピソード。充電切れた。最悪、充電切れた。最悪なんですけど、ちょっと充電器取ってきます。最悪じゃない？動画撮ってさ、充電切れることある？すいません、ちょっと充電してきます。幼少期のエピソードは結構ね難しくて、お母さんにね急遽ヘルプで聞いてきました本当にうちマジ記憶なくて、だからお母さんに少し話してもらえればそれで思い出すんだけど、お母さんに聞きました。まず1個が、うちがお腹の中にいた時にいつもあるね子守歌をいつも歌ってくれてたんですよ、お母さんが。でそれでたまにめっちゃ動いてた時に、お腹の中でねめっちゃ動いてた時に、やっぱりさお母さん痛いじゃん、臓器とか殴ってんだろうね、ドーンってめっちゃ殴ってんだろうけど、それで落ち着かせるためにいつも子守歌を歌ってくれて、それで落ち着いてたとか、あとはもう一個生まれた後も子守歌を歌ってくれて、寝かせてくれたりしてたみたい。あとはもう一つちょっと面白いなって、本当かよって思ったんだけど、お母さんが言うからね本当なんだろうね。うちのね家にお客さんがいたんですね。詳しく言えばおばさんが来てたんですけど、うちがベッドにいてね、多分寝れなかったんだろうね。それを急にうちが
ラララララみたいななんか歌ってたらしいので、なんかお母さんがなんか聞いてみたら子守歌なんじゃないって思い始めて、自分でそのお母さんが多分子守歌を歌い忘れたんだと思うので、うちが寝れなくて自分で歌ってんの、寝たいがためにっていうのをお母さんに聞いた。すごくない？そこからかなっていうのもあって、あともう一つめっちゃ面白くて、これうちのその多分体調が悪くてなんかさあるじゃん、なんか病院の近くのさ薬もらえる薬局屋さんがあって、薬局屋さんってさ静かじゃん、みんな静かなのにその時ね、当時多分ポニョが多分上映されてた時期だったのね。だから静かなのにうちが急にポニョ歌い始めたの。ポニョポニョポニョ魚の子ってやつ、あれを急に歌い始めて、でうちだけじゃなかったのね、子供がめっちゃいたの、子供だからうちが歌い始めるじゃん。そしたらみんな歌い始めたの、大合唱になって。でそこでお母さんもうるさいうるさい黙りなさいみたいな、なんか静かにしてみたいなで全お母さんみんな静かにしてみたいななって、結構面白かったっていうのを聞いた。次、歌番組に出るなら何に出たい？呼ばれるならどこでも出ますもう本当にどこでも出たい、もうどこでもでいいので呼んでくださいまだ自分の曲作ってないからね、まあそこからだね。次、尊敬する人はママですね。ダントツでママです。次、そうこれね多かった、めっちゃね聞かれた。 YouTube を始めたきっかけは、 YouTube はその LINE ライブをさっきその最初に言ったんですけど、 LINE ライブのアプリがなくなっちゃって他の配信アプリでやればいいじゃんっていう意見もあったんですけど、なんかねその自分がやっぱり今大学生だから、今大学2年生なんですけど、課題とかもあったり、あとバイトもやってるんですよね。だからバイトとかもかぶっちゃって全然時間がないんですよ。だけど空いてるなって思ってライブしてみると結構誰も来なくて、なんかね合わないんですよね、時間が。うちがそのミスコンやってた時に、そのザロードとミスね、ミスコンなんですけど、ミスコンやってた時はもうなるべくバイトとかも休んで、課題もちょっとなんていうんだろう、貯めてって結構ねキツキツだったんですね、そのスケジュールが本当に。だから配信終わったらバーって課題やってギリギリまでやって、もう本当に睡眠時間も削ってみたいな、また朝起きたら配信してみたいな、もうなるべくそのファンとかリスナーとかの時間に合わせてめっちゃやってたんですよ。だけどいざ今そのミスコンが終わって、そして配信のアプリも終わっちゃって、で他の例えばインスタとかでもライブできるじゃないですか。だからインスタでやってみてもやっぱり時間が合わなくて、結構リスナーの方で仕事してる方が多いんですね。だから時間が合わなくて、そうだからそこでなんかどうしようって考えた時に、YouTube いいんじゃないと思って、 YouTube だったらなんかポンって投稿していつでも何回でも見れるじゃないですか。好きな時間でもいいし何回でも見れるから、そう YouTube もちょうどねなんていうんだろう、挑戦してみたかったんですよ YouTube を。だからじゃあこれを機にちょっと YouTube やってみようと思って YouTube を始めましたね。でちょっと違う形にはなっちゃうけど、ファンとこうしてね話せるかなと思って YouTube を始めました。はい、どうだったでしょうか。これでね Q&A は以上になるんですけど、これを機にぜひカサンドラっていう私をね知ってくれたらなって思います。結構ねやっぱりなんかカメラに向かって一人で話すっていうのは初めてだし、ちょっと緊張して今もそうだよろれつが回らなくなったり、語彙力とかがちょっとなくて、ちょっと許してって感じなんですけど、これからね、ちょっとずつ YouTube を撮って慣れてっていう感じでちょっと頑張っていこうと思うので、ぜひよかったら今のうちにチャンネル登録をしてくれたらなって思います。はい、ではこれで以上になります。ではチャンネル登録とコメント、グッドボタンお願いいたします。その他 SNS、Instagram、Twitter、TikTok、他にねもう一つ YouTube チャンネル持ってるので、そちらのリンクは全て概要欄に貼っておくので、ぜひよかったらチェックしてください。では皆さん、おつどらです。バイバーイ。